チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日も皆様お集まりいただきありがとうございます。本日はですね、辞任〇〇問題いい加減にしろ2時3時ということで、久々にバーチャル YouTuber の話をしようと思います。とは言ってもあまりボリュームがないので、動画にしました。動画でですね、15分ぐらいの動画作ったので、まずそれを、一緒にご視聴いただきまして、その後、雑談とですね、いつも通りの流れでいこうかと思っております。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家、著名人等について取り扱いますので、視聴はご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張集中で思わず笑ってしまうことがありますが、特に今回の場合ですね、バーチャルタレントさんを嘲笑ったりする意図はございません。あと誹謗中傷等にも全部反対しておりますので、チャットやコメントでの書き込みは自由にしていただいて構いませんが、差別的中傷的なコメントはブロックさせていただく場合がございますので気をつけてください。あと、本動画はですね、VTuber の方でのタレントの方にもですね、直接送りつけたりとか、する人いないと思うけど、しないでくださいね。はい。問い合わせはですね、各社、2時3時さんなどに問い合わせしてください。ということでですね。はい。皆さん来ていただいてありがとうございます。しょうがさん、キアミフさん、ケイトさん、もとい、アイポンさん、ドーセックさん、ミニラトルさん、ペタさん、どこぞのいつせさん、音花風花さん、ツッキーさん、ボムボムさん、ニルバーナさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ほんとね、ようつべくんのね、ID の改変見づらいですよね。皆さん、ほんとね、ご面倒かけて申し訳ございません。もし、ちょっとね、つばきさん、コンカラスです。つばきさんのようにね、ID とお名前を一致させていただくと、私が、勝手に読みやすいという、でなくてもですね、全然そこまでしなくてもいいんで、コメントにですね、
こういう名前で呼んでほしいとか、書いていただければですね、私その通り名みますので、よろしくお願いいたします。〇〇辞任とかいうトランスヘイトの文脈で広まった使われ方が世間一般に広まってるのやばい。いや、ほんとそこなんですよね。マジでやばいですよ。これは。まあ、マジでやばいことはね、動画にしたら一目瞭然だと思いますので、まあ、そこは、短くまとめたつもりでございますので、ちょっと、やります。ちなみに動画バージョンの方はね、15分ぐらいに公開しようと思ってるんで、後からね、遅れてきてしまった方にはそちらをちょっとご案内しようと思っております。ゲイの間では辞任なんたらがやっと下火になったので、こういうことにまた流行ったら腹立つなって、ようやく下火になってたんですね。今からソテギョさんの講演会に参加するのでご挨拶をしておきます。とても楽しみですということで、ありがとうございます。ソテギョさんの講演会まだやってらっしゃるのかな。はい。辞任〇〇の言い方も嫌ですけど、自分のことをレゼと思い込んで何が悪いんじゃいという怒りもあります。いや、それなんだよな。練習すんのおかしいっすよね。はい。なんかね、なんだっけ、YouTube の設定でですね、ID のところをなんか名前に変更するテクニックがあるらしいです。いや、ごめんなさい。私もよくわかってない。はい。ずっとね、カラスマ100のカラスマレポートだからだいぶ前にね、それ変更したはずなんですけどね。はい。チェンソーマンについてはね、以前、左翼 VTuber のチェンソーマン視聴ということで、配信させていただきました。まあ、これネタバレなので、まあ、あんまりね、皆さん来なかったというか、見てない方が多いかと思うんですけど、まあ、チェンソーマン別に見る予定ないやっていう方は、私なりにいろいろ、まあ、チェンソーマンのこと語ったり紹介したりしてるので、よかったら見てください。はい。まあ、それなりにわかりやすい説明にをしているのではないかと、勝手に自負しております。八坊星さん、ここからです。辞任と辞任ってややこしいですね。差別的なルーツを知らずに使ってしまう定型文が存在するのがネット文化の怖いところで仕事戻りますということで、ありがとうございます。わざわざ仕事中にありがとうございます。牛尾さんもここからです。来ていただいてありがとうございます。お名前もありがとうございます。いや、辞任〇〇が霊障用語になってるのマジ意味わかんないっすよね。はい。レゼ以外にもアニメキャラの真似歌の格好を見て、辞任〇〇と言ってる人、いましたか。いや困ったものだな。ということでですね、皆さんまず動画を見ていただきましょう。動画先行公開これからします。私も、チャット欄に行きますので、まあ皆さんと一緒にですね、ちょっと動画を見たいと思いますので、しばらくちょっと喋りませんが、チャット欄には見てますので、何かありましたらチャットに書き込んでください。よろしくお願いします。では動画流します。はい。どうも皆様こんばんは。カラスマ100です。今回大変久しぶりに動画形式でお送りしてるんですけど、VTuber 界で辞任〇〇ミームというのがちょっと流行しておりまして、それに関する、差別につながりかねないという問題について取り上げようかと思います。まあなんかね、LGBTQ アライと、ちょっといろいろありまして、名乗るのしばらくやめていたんですけれども、やっぱりちょっと言わざるを得ないのかなというところが、ちょっと残念になってますね。はい。ということで、順番に説明してまいります。差別的な表現等が頻出しますので、くれぐれも、当事者の方は視聴にご注意ください。まずですね、ミームの内容から説明いたします。若者の間で広がる辞任レゼミーム、自分自身を重ねたくなるキャラクターメカニズムということで、リアルサウンドさんが今年の10月11日にこういった記事を出しているんですけど、興行収入45億円を突破し大きな話題となっている劇場版映画チェンソーマンレゼ編、そのレゼにというヒロインにデンジと同じように魅力された主観客は少なくないはずだと。チェンソーマンっていうのはもともと少年ジャンプの人気漫画でございまして、これがアニメ化劇場映画化されたものでございます。詳しい感想については11月14日のライブ配信で私やっていますので、興味ある人、見てきたっていう人はぜひ、そちらをご覧ください。なので詳しい内容の解説はしませんが、このヒロインのですね、レゼさんという方に関して、かつて中二病の時期を通り抜けた者たちが過去の自分や周囲を少し距離を置いて振り返る自重めいたミームとして辞任レゼというものが流行しておるそうです。はい。なんかこの時点でだんだんうんざり来てるんですけど、ちょっと読みます。なぜ辞任〇〇は霊障の対象になるのか。似たような言葉では、デスノートの天音美沙さんを投影先とする辞任ミサミサ、ネットフリックスのウィンズデーになぞらえた辞任ウェンズデーなどの言葉が以前にもあり、いずれも特定の人気のキャラクターに自己投影したことやその人を指す言葉であると。ソードアートオンラインのキリトに、自分をなぞらえた自称キリト、辞任キリトという人たちもいたということで書いておりますね。辞任キリトってなんか昔どっかでいたような気がするんだけど、今回関係ないので触れておかないでいたしましょ
辞任〇〇という現象が霊障の対象になるのは理由があり、レゼをはじめ投影先となるのは大抵容姿端麗で特別感のあるキャラクターである。そこに向けられているのは実際の自分とキャラクターには大きなギャップがあるのに本当にそう思うのかというある種の皮肉めいた視線であると。なんかもっともらしくリアルサウンドさん書いてるんですけど、これ人をバカにしてるミームのような文脈なんですよね。レゼさんのような、女性魅力的な、女性用ヒロインを気取っているけど実際はそうではないと。でも辞任レゼっていうのがですね、はい、辞任キリトのような人として、ちょっと小バカにするようなニュアンスで、こういった言葉が流行してしまっているということだと思います。それだけだったらね、一時の流行で済まされる話かなとは思うんですが、私があえて取り上げるのはですね、これに差別の文脈が絡んでいるからです。シミの手帳というですね、雑誌の2022年、3号に、私の性自認は攻撃ヘリという、ミステリー小説が掲載されております。話題になっていたイザベル・フォールの短編 SF であるジェンダーが構成物になった時代の話、戦闘とジェンダーがこんなにも混交できるのかと、そのアイデアと感性に感じたということで、こちらは感想が述べられているんですけど、こちらどういう作品かと言いますと、近未来アメリカは AI が支配する地域国家と戦争中であった。語り手はヘリパイロットであり、軍はパイロットのパフォーマンスを上げるためにジェンダー認識を、パイロットのジェンダー認識を攻撃ヘリコプターへと神経学的に幸割り当てしてしまうと。性自認が攻撃ヘリになってしまった兵士の視点からジェンダー、暴力、国家を描く軍事 SF ということで、お察しの方はね、いらっしゃると思うんですけど、この作者のイザベル・フォールさん自身がトランスジェンダー女性です。はい。だから私の性自認は攻撃ヘリっていうのが、アメリカなど欧米諸国でですね、トランスジェンダーの人たちを嘲笑したり攻撃するために使われているミームなんですよ。で、それを逆手に取ったイザベルさんが、こういった奇抜なアイデアで、着想で作られたのが、この私の性自認は攻撃ヘリという小説ということになります。ただこれですね、差別的なミームを使ったということで非常に賛否両論を呼んでしまったそうでして、作者のイザベルさんは事実上、引退状態で、続編も書かれてないということになっております。だからね、だってここ10年くらい10年もないか、2018年ぐらいからですね、トランスジェンダーの人たちに対する、特に性自認を自称だと言って、あげつらったり、嘲笑ったりする、攻撃的な書き込みというのが、日本社会でも激増しましたよね。だからそういう現場を見てる人たちから見たら、辞任〇〇を嘲笑的なこういう文脈で用いるっていうのは絶対許されないだろっていう、で、冗談でも言っちゃダメだろっていう、認識になるものじゃないかと。で、当然、インターネットに詳しいバーチャル YouTuber のですね、特にプロ配信者の皆さんはそんなことぐらい100も承知だろうということでですね、いかに辞任レゼミームが、ちょっとそういう文脈を知らない人たちの間で流行したとしても、プロのバーチャル YouTuber の配信者の人たちがですね、まさかこの言葉を使わないよなと、私の性自認は攻撃ヘリみたいな言葉を使わないよなと、思っていたんですけれども、はい、ここからちょっと衝撃的な映像が流れるのでご注意ください。辞任を可能にして合コンしたら優勝しました。おい、詳しく話せ。ちゃんと長文で話せ。どう始まってどう終わったかちゃんと話せ。ずるいだろ。来た辞任かないから来た。ありがとう、わざわざスパチャで。男女5対5の総当たり戦でした。友人から呼ばれたはいいものの、こういう場は苦手で緊張したのですが、思い切って自分なりのかなえさんを表裏されました。極力ゆっくり喋って語尾を柔らかくし、やたらと髪の毛を自分の耳にかけました。そしたらどうでしょう、食いつきがいい、明らかに連絡が来る、やたら来る、しかもかなり経営してました。もうできません、かなえさんすげえや。ありがとうございました。語気は柔らかいかゆっくりか喋りは、一向の余地あるけど、髪を耳にかける何聞き上手だと思われてもっと話したくなったんだね、きっとみんなね。よかったじゃない。文章考えてくれてありがとう。はい。ということでですね、辞任レゼミームから派生して、合コンでですね、この人気バーチャル YouTuber のかなえさんのふりをする辞任かなえ行動をしたら、バズったということなんですね。はい。これが11月から12月にかけてバーチャル YouTuber 界隈を席巻したおかげで、私のような人間の耳にも入ってくることになったわけですけれども、カラスマラジオのですね、常連の方にはまたあなたかという感じですよね。教育が必要そうな VTuber 関係者の方々ということで、私が今年の7月11日にですね、同僚の方へのセクシャルハラスメントの問題で取り上げたのが、この2時3時のバーチャル YouTuber のかなえさんなんですよ。もう5ヶ月、半年も経ってないんですけど。なんかジェンダー関係で問題を起こさなきゃならないノルマでもあるんですかね。はい。ということでね。ただ、これだけだったら、1億歩譲ってですね、ちょっとかなえさんがそういう問題のあるですね、方だからということで、個人の問題に、留めることもできたかもしれないんですけど、これからちょっとまた衝撃の映像がいくつも流れますのでご注意ください。
辞任レゼという言葉だけ聞いてるんですよ。辞任レゼって何？いや、辞任レゼ自体はなんとなくわかる。辞任何々っていうのは自分をその、なんだろう、まあ、憧れているとか、よく思っているその偶像と重ねることで、重ねたりしてしまう、まあ、よくも悪くもしてしまったり、なんだ最近では辞任家内みたいにね。辞任家内っていうのは、辞任家内はね、有名ですから。辞任家内だけには気をつけなさいって言われて育ったよ、子供時代。で、さっき言いかけたのは、僕は辞任静香凛さんだったのかなっていう。この映画あったんだけど、いやまあね、今世の中では辞任レゼみたいな言葉が流行ってて、ね、なんか、ね、こう、レゼさんみたいになりたいとか、マキマさんみたいになりたいとか、思っちゃうよーみたいな、あったりするけど、いやマジで、これはレゼ、ここのレゼかなりスオサンゴですって思ったところがあって、ガチこれはガチこれ、アタチだって思ったところが、辞任電車お前出たね、今日のホームランだね。辞任電車いや、辞任モモンガだよ。意味わかんない。そう、辞任やめれる？なんでそうなんだよ、それ。いや、マジで、私、モモンガ自分で、なんかこいつ私に似てるな、私モモンガかもって思うけどね、全然。辞任、マジで。でもそれ言われたら私、ウサギみたいなやつ結構辞任あれだけど。ウサギみたいなやつってか、ウサギです。ウサギウサギ。辞任ウサギある。はい。いやーこれはもうちょっと言い逃れできないですね。全員2時3時の VTuber さんですね。2時3時、売上高263億円を誇るですね、天下のバーチャル YouTuber 事務所の1、2、3、4、5人がこの辞任レゼミームを使っている。一つ言っておくと、この奈良香さんという方だけ最近引退されたので、お疲れ様でございました。正確にはもう元メンバーなんですけれども、あと他のコラボしている VTuber の方は2時3時の方ではないんですけれども、それでも4人ですよ。多すぎでしょ。しかもね、こういう、だからですね、ド直球で、まあ、ジェンダーを変更するようなミームに、まあ、ちょっとね、変化球みたいな形でネタにしてる方もいらっしゃるわけですよね。だからね、悪いけどね、インムミーム使ってんのとあんまり悪質さが変わらないと思いますよ。もちろん知らないんだと思います。知らなかったんだと思いますし、そういった差別的な意図はないというのを前提としていますけれども、まあ、ゲイ差別ソングの野獣 &You がね、バイラルしたっていう話以前にノートで書いていて、まあ、有名人の人とかも使ったりしていたんですけれども、さすがにインムミームがやばいっていうのはみんなもう分かってるじゃないですか。2時3時の人でも誰も使わないでしょ。だから事務所としてインム系のミームとかは使うなと。こういう内容だから、分かってても使うんじゃないというお達しがおそらく出てると思うんですね。まあ、性自認に関してはいじってもいいっていうことなんですかね。はい。あと一つちょっとまた誤解がありそうなんでね、一応説明していきますけど、全部かなえさんのせいだと言いたいわけではありません。私はね、何回も言いますけど、VTuber 個人の方に対する誹謗中傷を広めたいわけでもないです。ので、説明したいんですけど、かなえさんの、こちらのバズった配信の雑談配信の元が、今年の11月11日にやってまして、こちらのね、ケモチさんだけはさっきも、切り抜きでもあったように、かなえさんの配信の後で配信してるんですけど、他の3名に関してはですね、かなえさんの配信以前に、まあ、おそらく辞任レゼミームを知ったことで10月とかに配信されてるんですね。だからその時点で止めとけばですね、おそらくこういうことになってないんですよ。だから何もしないで放置したということですよね、エニーカラーさんは。どういうことなんですかね。私2時3時アンチじゃないし、これからもう一つの事務所さんのことも言うけど、先に言っておきたいんですけど、なんでわざわざこういったね、配信をするかと言いますとですね、私のところに苦情が来るんですよ。意味わかりますか？LGBTQ の権利とかについて配信してる VTuber さんって極めて少ないじゃないですか。自分で言うのもなんだけど。私とかね、まあ、他数名の方しかいらっしゃらないんですよ。なので、まあ、特にこういった時事問題などを取り上げている私に対して、いや、エニカラさんひどいってね、カラスマさんなんとかしてくださいみたいなですね。だから、売上高263億円の VTuber 事務所に対して批判してくれという依頼が、登録者数1800人の私のところに来るんですよ。どういうことなんですか、これは。力の不均衡にも程があるでしょっていう。はい。まあ私だってね、こんな動画を作ったところでね、エニカラさんや2時3時さんに強い影響を与えられるなどとおごり高ぶっているわけではありません。ありませんが、当事者の方々からはね、エニカラさんに苦情を送ったけど何の対応もしてくれなかったっていう苦情が私のところに届いてるんですよ。対応しろよ。はい。ということで、まあ文句になってしまいましたけど、ただね、エニカラさんだけじゃないんで、最後にそれもちゃんと言っておきたいんですが、はい、ちょっと閲覧注意です。女子高生がつけてるのを発見してござるがいいなと思って。おじさんはどうですか？おじさんどう？みんなお家でさ、肩にココベつけて辞任風間いろはごっことかどう？言ってやばいなと思った。ちょっと取り消します。辞任風間いろはごっこ、ちょっとあいたたたた。おじさんは自撮り用かな。なんでそんな、みんな自分のことおっさんだと思ってるわけ？次行こうかな。
はい、ということで、ホロライブの風間いろはさんでいらっしゃいますね。風間いろはさん、久々の登場ですね。まあ、私のね、配信のファンの方はね、もしかしたらね、気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、去年の2024年4月1日に、同性婚ネタでですね、エイプリルフール問題を起こして炎上した VTuber のお二人のうちの一人が風間いろはさんです。ね、かなえさんに続いてなんだけど、2人目なんですよ。2回目なんですよ、登場が。ちょっといい加減にしていただきたいですね。まあ、だし、こちらの方に関して言えばですね、元配信もそのまま残っているんですけど、12月3日に配信されておられますので、かなえさんのミームが流行した後にですね、まあ、こういったことをされているっていうことなので、正直悪質性が高いですよね。だし、ホロライブさんも残念ながら事務所として何らかの対応をするということは、していないというものだと推測いたします。はい、ということで、以上が、VTuber 〇〇辞任ミーム問題でございました。いかがでしたでしょうか。エンターテインメント業界に属する人たちであるならば、やはりですね、自分たちのリスナーさんを深く傷つけていることに対する自覚は持っていただきたい。差別用語だと、もちろん知らないで使ってるんだと思いますよ。それはわかります。それはわかりますし、悪意があってやってるとは私も思わない。思わないし、この人たちを差別主義者だと糾弾したいわけではありません。ありませんけれども、まあちょっとひどいと思いますし、やっぱりプロのエンターテイナーとしてやってはいけないことをやっているのではないかなと、個人的には資料いたします。だし、事務所の方はですね、当事者の方からね、私に DM 送ってきた人が嘘ついてなければ苦情を送られてるはずなんですから、対処してくださいよ。何もしないってありえないでしょと思います。はい。ということで、以上でございます。この内容が面白かった、参考になった、エニカラホロライブを反省しろという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録して、この動画をですね、広めていただければと思います。よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ということで、同時視聴は以上となります。皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。受信中ココラスさんです。受信中さんココラスです。イムネタと同レベルのものは表で使ってたりしてもまずいくらいの認識は持った方がいい。いや、ほんとそうですね。はい。なんか VTuber の皆さんがそう、なんかよく喋ってるのかわかんないっていう方もちょっと切断されたかな。皆様大丈夫ですか？ぐるってないでしょうか？はい。なんかぐるってるということで、ちょっと、止めますが、大丈夫かな？再接続したっぽいので、はい。すみません。ちょっと切断されちゃいましたが、だから、自称じゃなくて辞任っていう言葉をですね、嘲笑に使うということは、私の政治には攻撃ヘリっていう、まあ、言葉じゃないですかっていう話なんですよね。はい。この動画何度か見返して、何とか理解できないか努力してます。いや、VTuber の方々のコメントは理解できなくて当然だと思いますよ。辞任って名乗ってるので、全部自称って置き換えてると、まあなんとなく言ってることがわかる。そう、政治人と無関係だと主張するにはなぜ自称ではないのかというのが問題になりますよね。はい。だから明らかにこれが、その政治人を攻撃ヘリだとか、政治人は猫だとかっていうトランスジェンダーの人たちに対して攻撃がネット上とかでされてきた歴史があるじゃないですか。その歴史を踏まえてミームにしましたよね、あなたたちって。それって差別ですよねって、ミーム使ってんのと変わんないっすよねっていう話だと思うんですよね。はい。ぐるぐるしていましたが戻りましたということでありがとうございます。やかまけんたさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。普段の高評価を押しといてありがとうございます。やかまけんたさん、もしですね、私が何喋ってるのかわからないという場合は、概要欄の方からですね、動画が、出ております。そろそろもう公開してるはずなんで、ですね、そちらの動画の方の内容について、これからちょっと雑談、アフタートークしていこうと思っております。ただ辞任みさみさというのがあったらしいので、それは本当ならだから自称ですね、もじった言い方をしたんだと思いますよ。ただ自称をもじった時になぜ辞任レゼになったのかっていうところがポイントですよね。これだったら別にね、自称みさみさでいいじゃないですか。自称みさみさ、自称レゼでいいでしょなんで辞任っていうところをひねりを加えたのかっていうところが問題ですよね。だからネット上で辞任っていうのが、政治人というのがその攻撃に使われていた嘲笑の的だったという歴史を踏まえないと理解できない言葉じゃないかなというふうに思うんですよね。はい。
だからね、トランスヘイトがここまで広がる前の話では、おそらくね、そうした文脈とはある程度切り離されてたんじゃないかと思うんですけど、今やね、2018年以降はですね、トランスヘイトがね、これだけネット上で広がってしまったので、もはや言い逃れできないんじゃないかなという感じですよね。変身願望というか成り代わりたいというかそんな感じだと思うんですよね、この人たちの言う辞任〇〇って。ああ、なるほど、そうですね。まあ剣持さんが一番ひどいんだけどだからこの方がね、いろいろ言ってくれてるけど、だから辞任を変えればですね、だからかなえさんになれるとか、他の女性 VTuber さんになれるとかね、だからジェンダーの変更も加えたりとかって言って、まあもじった話をしてるんですよ。だからこういう風にネットミーム化してるっていうのが、まあ単なる事象とはちょっと違う使われ方をしてるっていうところなのかなと思うんですね。青バスのサコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。デスノードの時はだからそういった文脈じゃなかったと思いますよ。そう、辞任に思い込みっていうね、そう文脈が備わってるんですよ。で、思い込みっていう文脈どこから来たのって言ったらこれじゃないですか。私の政治には攻撃ヘリじゃないですか。原点のね、シミの手帳さんごめんなさい。書籍の原点にリンクしてなかったんですけど申し訳ない。はい。これに載ってたのがこれですね。さっき紹介しましたけど、私の政治には攻撃ヘリという作品ですね。はい。で、攻撃ヘリコプターを、政治人として神経学的に再割り当てするという、まあこれでね、作者のトランスジェンダー女性の方だったんですけど、その方が結構誹謗中傷の的になってしまって、まあちょっと引退してしまったとか、そういった、経緯もある作品でございます。辞任というのは自己に関する認識という意味なのに、〇〇と思い込んでいるとか憧れているという意味で用いるのは言語感覚としてわからないですね。いや本当ね、だから日本語としてもおかしいと思いますよ。日本語としても本当おかしいんだけど、まあその政治には攻撃ヘリっていうミームの文脈を踏まえれば、まあその自分がね勝手にそうやって主張してるだけみたいな、ね、思い込みでヘリコプターになってしまうみたいなですね、話に接続されるのかなと思いますね。出だしに性自認が関係ないとしても、ここまで来たら差別に加担しているのと同じなので悪質さとは変わらないですね。任務化された辞任には自称しているだけではなく、そうではないのに本人だけがそう思い込んでいるというニュアンス。ああ、そうですね。その通りです。はい。だからね、まあ辞任レゼはまさにそうですよね。自分ではレゼだと思ってるけども、傍から見るとそうではないという言葉ですよね。だから私の政治には攻撃ヘリもそうでしょう。私のは攻撃ヘリコプターだと思ってるけども、実際にはそうではないと。で、私は女性だと思ってるけど、私は実際にはそうではないとかですね。だからトランスの人たちを攻撃するために使われてきたミームなんですよね。うんうん。そう、少なくともそう、辞任レゼの言葉自体に本当問題がありますよね。だから中二病とかを嘲笑する文脈っていうのがですね、まあリアルサウンドさんもそこはさすがに書いてるけど、いやもっと踏み込んで書けよって、なんかこんなね、流行語解説みたいな、まああんまりいい記事じゃないんですけれどなんでこの、なんかね、やたらとそのね、フィクションの中身については掘り下げてるんだけれどもね、そこじゃねえだろっていう、なんか練習の対象になってるってこと自体がおかしいんだよっていう話なんですけど、でも今女子高生の流行語3位になってるんですか、辞任何々って。やばくないですか、それは。本当に。だから女子高生が喜んで使うような言葉じゃないですよ、辞任レゼって。本当に攻撃的な言葉だから、ですね。正しい日本語を使っていきたい。攻撃エリアはですね、AI が支配してる地域国家とアメリカが戦争していて、アメリカ軍人が主人公っていうことですね。はい。設定の SF 作品です。確かにまあ辞任ってその任せるの方との混同もあると思いますね。そう、地域と似てますよね。あれもね、もちろん差別用語ですけれども、もともと障害者差別の用語として作られたんですよね。で、障害者差別の用語として作られて、まあ、ルッキズムとかね、いろんな差別と絡んで、まあ、今でもね、オタクの人とかを攻撃するのに使われてますけど、とんでもねえ話ですよね。ついでに差別されるこっちの身にもなってくれって感じですよね。私は障害者ですけど。はい。本当にひどいな。本当にひどい。何から何までひどい。ねえ、だからね、申し訳ないけど、やっぱりね、150万人登録者数がいる人が言うことじゃないっすよ。だから、かなえさんの登録者が今150万いて、
なんだっけ、剣持さんが何人だっけ、119万人いるのか。だからこんな人たちに私がね、灯籠の斧で立ち向かったってね、それ勝てるわけないんですよね。人気で勝てるわけないんだから。だからこの63万人いますね、須藤さんもね。はい。だからさ、人気 VTuber なんだから少し考えてくれよという感じですよね。TikTok で流行ったのならば高校生の間で爆発的に広がった要因なのか。なるほど。TikTok で流行したのかな。本当あそこもな、良くない文化ですね。おじさんなんで TikTok よく分かってないんですけど、一応アカウント持ってるけど、なんだろうな、TikTok も最近あれですよね、中国とのね、関係が悪化してね、収益化を剥がされてるみたいな、笑うに笑えない話が出てますけど、中国ヘイトミームで金儲けしてた人たちが中国のせいで、中国と喧嘩したらね、収益を剥がされるっていう、現代の偶話みたいな話が伝わってますけどね。いや視聴者の方にだからトランスジェンダーの人が少なからずいるんですよ。私にメッセージを送ってくれた人もそうだし、ちょっと匿名なので出しません、名前とか出せませんが、だから少なからずトランスジェンダーの人とかトランスアライの人たちが見てるわけですよね。2時3時の VTuber さんを。だから今回4人ちょっとね5人かピックアップしちゃいましたけれども、彼らね露骨にやっていてすごいその辞任に関する切り抜きが再生数がめちゃくちゃ多かったから勝手に私が引用しただけで多分もっともっといると思いますよ。雑談とかでちょっともろっと言っちゃったレベルだったらね多分とんでもない数いるんじゃないかなと思っているんですけれども、だってコンプライアンス研修してないんでしょね。ホロライブさんもそうですけれども多分言ってもね咎められない環境だったら言っちゃいますよね。はい。正義感が強いと辞任するとかは日本語として言うけれども、辞任元ソルジャーとは言わないですね。まあそれはだいぶバカにしたニュアンスがありますよね。TikTok で世界の全てを学ぶのはマジでやめた方がいいと思いますね。それは認識がだいぶね、歪んでしまうような気がします。はい。検索した限り辞任って性自認元ネタだよねっていう批判、ないですよ。マジでないです。はい。なんかね、トランスジェンダーの、それあんまりその有名でないというかちょっと晒しみたいになって嵐とか来たら困るのでねここでは出さないですけど、私検索しまくったらですねトランスジェンダー当事者の方が辞任レズにコメントしてる動画ってのはあって意味がわからないとねなんで私が辞任レゼみたいな話をされなきゃいけないのかって、なんかその人はそのチェンソーマンのダンスをアイリスアウトのダンスを踊って辞任レゼみたいなことを言われたらしいんですけれどもヘイトスピーチですよね、当事者の人に向かってそんなこと言うの加減にせえよって思ったんですけど、その方はもちろん VTuber とか全く関係ない方なので、本当風評被害もいいところだと思います。はい。もちもちさん、コンカラスです。配信気づくの遅れました。コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。よかったらですね、概要欄のところに動画がありますので、そちらの、同時視聴、ちょっともう終わっちゃったんですけれども、一緒にしてたんで、文脈がよくわからないって、辞任レゼって何ですかということ、場合はですね、そっち先にちょっと見ていただければと思います。はい。なんかね、ネットの敷居が下がってるというか、リアルともうあまり、差がなくなってるわけじゃないですか。良くも悪くも。ネットの世論がそのままね、政治に影響したりするわけなので、状況になってしまったので、この状況でやっぱヘイト的なミームが流行るのやばいですよね。みんなトランスヘイトだって気づいてないのかもしれないけど、ますます辞任という言葉を使いにくくなりますよね。うん。知ってるので大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。肝心の辞任レゼも別に他人が辞任をレゼだと思い込んでいようが勝手だとしら思わなかったということで、いや、全くその通りなんですよね。人をバカにしてそういうこと言うのおかしいよっていうそもそもだからレゼさんを辞任してることの何が悪いんですかっていう話ですよね。別にミサミさんを名乗っててもいいじゃないですか。で、私が知る限りですね、この
SNS、X で、そういった批判ポストがバズった有名人といえば、高島先生なんですけど、11月27日にですね、普段一番見てる VTuber まで辞任ミーム、トランス差別に系譜のある表現で当然使うべきではないを使い始め、もう本当に嫌になってきたと。分かってない人が多いので書き込みますが、勘違い、思い込みのニュアンスが入った言葉として辞任を使うのが差別的です。本来の意味で使うことは差別ではありませんということで、明確にね、説明されていると思うし、これで結構知った方も多いんじゃないかなと思うんで、私はなんかうやうやしている間にね、さっさとね、自分にけじめをつけていればよかったんですけど、 LGBTQ のことをね大っぴらに言わないようにしていたので、黙って見ていたんですけど、なんかそれに反論してる人がいて、辞任って昔から一般的に浸透してる日本語だ。しかもそれ自体に差別的な意味合いがあるわけでもないのに、言葉狩りだろ、言葉狩りだろみたいな。なんかこういう人って二言目には言葉狩りって言いますよね。なんですけど、今日私が反論したんですけど、問題になってるのは辞任じゃなくて辞任レゼですよねと。そして、辞任レゼは控えめに言っても誹謗中傷性が高く、トランスジェンダー差別に関係なくても関係あるんですけど、使うべき言葉ではありませんよね。はい。だからこれだけ認知してればね、正直 VTuber の人使わない気がするんですけど、やっぱり辞任レゼ自体に問題があるっていうことにさえ気づいてないっていうことなのかなと思います。トランス差別の文脈で性自認が女性男性が縮まり、女性男性自認という言い方に変わった。そうですね。その言い方が逆転しましたからね。確かに辞任という言葉を選ぶべきじゃなかったんじゃないかっていう当事者の方のご意見見たことはありますよ。でもですよ、レコグナイズだし、アイデンティファイドするっていう言葉なんだから、別に、性同一性であろうと、性自認であろうと、日本語として正しいは正しいんですよ。だけど、なんでしょうね。やっぱりアイデンティファイとかアイデンティティっていう横文字を使うとですね、分かってくれるものがね、性自認っていうとなんでこんな伝わんないのかなって思っちゃいますよね。ちょっと離席してたのですが、動画見てきました。見るの結構しんどかったです。ありがとうございます。いや、申し訳ないです。当事者の方しんどいですよね。いつてさん、ありがとうございます。2時3時が昔からそういう茶化しミームに乗っかるの何回目でしょうか。同性婚を茶化すのもいい加減にしてほしいですっていうね。いや、ほんとね、エイプリルフール同性婚のね、だから茶化すのやめたはずなんですよね。それはね、私もやったけど、風間いろはさんが大炎上したからじゃないかと思ってるんですけど、それ以来今年は確かね、2時3時ホロライブの人は少なくともやってないはずだよね。やってないと思うんですよね。だから少しはね、私たちも効果あったのかなと思ってるんですけどね。はい。私も啓発動画作ろうかと思ったんですが、さすがに自分の属性を直接揶揄する文脈を持つものはリサーチするのもきつくて諦めていたので、作ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると妙利につきます。妙利につきます。ありがとうございます。他者のアイデンティティを固形にする考え方が根底にありますよね。そもそも選択的夫婦別姓をね、反対してるようなやつが首相になってしまいましたからね。なんか他人のアイデンティティとかね、他人の気持ちなんかどうでもいいんだみたいなのが、本当ね、社会のデフォルトになってしまってるのが非常に危険だと思います。まさに戦争ですよね。戦争だと、人ってただの兵隊になるじゃないですか。兵隊に貶められて、国の武器になり果ててしまうので、その戦争が非人間化するっていうところもね、含めて書いてるのはね、文学としてこの、戦闘ヘリは優れてると思うんですけど、はい。でもそれでもね、やっぱ声を上げ続けなきゃいけないですよ。戦争反対です。はい。ね、頑張りましょう。そういえばセガとかにも地域発言して怒られてた方、そんな人いたんだ。ひでえな、使うなよ。そう、辞任も地域も同じなんですよ。もともと差別的だし、その差別的だから本来使うべきでないのに、なんかね、面白ミームみたいな扱いで使ってるじゃないですか。ほんと良くないですよね。はい。やっぱつれわさん、コンカラスです。ケンモチさんに関しては何年か前にオリキャラを作る企画みたいなので、ポリコレの破壊者というキャラクターを作っていた HDMA の件といい、顔見るのも声聞くのも無理になっています。ありがとうございます。はい。いやー皆さん言ってるからあれしちゃうか。ね、私ね、実は2回目って、かなえさんのことだいぶこすっちゃいましたけど、ごめんなさい。私の、だから、カラスママニアの人はね、カラスママニアの人っていう言い方もおかしいか。集まってくださってる皆さんはね、ケンモチさんがね、登場するの2回目であることに気づいている人いましたかね。
一回私のノートで登場してるんですよ。はい。どこだったかな、ちょっと待ってくださいね。今探すわ。いや、これね、あえて黙っていたんですけれども、さすがにこれ、で昔の話で晒すのかわいそうかなと思っちゃって、ちょっと忖度していたんですけどね。まあ、これですね。はい。某 VTuber の人が同僚を勝手に ADHD、HDMI と呼んで炎上していない件についてということで、私が23年の8月にですね、ノートに書いたんですけど、まあ、これのね、やった人がね、当時は名前挙げなかったけど、ケンモチさんという人ですね。はい。同僚のね、2時3時の同僚の人たちを勝手にね、HDMI の、あいつは HDMI だから、あいつは HDMI だからみたいな言い方で言ったんですよ。で、何言ってんだろ、この人って思ったんですけど、まあ、ADHD って言いたかったらしいですね。差別主義者やんっていう。だからね、正直、2年間変わってないから、やっぱりそう言いたくなってしまいますよね。やっぱり元からそういう人なのではないかという、ちょっと疑いがありますね、正直。はい。ジェンダーアイデンティティという一塊の子がバラバラにされ、揶揄のニュアンスを保持しながら一般的に見える語彙として広まる能力を持ってしまったと。ね、共産党の揶揄とかもしてるの、この人。いやー、ただ本人の思想がそうだとしても、やっぱりその配信者として言っちゃいけない一線は引いてほしいですよね。なんか私が言うの説得力絶無な気もしないでもないですけど、だって右翼 VTuber って名乗ってるわけじゃないでしょ。共産党さんの揶揄しちゃダメですよ。はい。そんな人も何も、名越がぷよぷよのプロゲーマーにチーズ牛丼食ってそうと言ったのが、そうなんだ。名越さんって、そういう人だったんだ。なんかすいません。よくその経緯を知ってなくて、申し訳ない。名越俊弘さんが、そうか、セガの人か。はい。なるほど。この人なんですね。ありがとうございます。すいません。セガのこと全く知らなくて、申し訳ない。名越さんって誰だっけって思ったんですけど、はい。ここであれしてしまうともう、バレバレになってしまいますけれども、はい。ということなんですね。そうだ、自負、自認、自称と使うんだと。名越は本当に来てもらってるゲーマーの方に煽ってたの本当にやばい。なんで事実かどうかもわからないサロメさんが炎上してこっちが何もないんだ。いや、ほんとそれだよね。おかしいだろ。同じ2時3時所属なんですよ。まあ、100万点原サロメさんという方が炎上してらっしゃるんですけど、まあ、彼女って2時3時の中では相当配慮の効いてるタイプの人で、まあ、その個人的なことでは割と炎上しちゃってるんですよ。今回はいろんな疑惑とかがあってね。まあ、それに関してはほとんど陰謀説に近くというか、まあ、正直証拠もクソもないし、サロメさん流れてこないかな。流れてこないですね。かなえさんは流れてくるけど。だからね、サロメさんがね、大炎上してね、めちゃめちゃいろんな人から叩かれてるのにね、かなえさんが無風なのおかしいですよ、この事務所は。どういう基準なんですかっていう。まあ多分いるファンの質なんでしょうけどね。はい。そう、VTuber はね、霊障系のファンに媚びる必要ないはずなんですよ、本当は。だからね、かなえさんのファンって多分そういう人が集まってるんじゃないかなとちょっと思っちゃいますよね。ファンダムの責任もありますよね。だから彼がここまで言ってるのにもかかわらず、燃え盛らないっていうことは、まあ、サロメさんのファンは多分ね、そういうことに敏感な人が多いんですよ。でも、サロメさんのじゃなくて、そのね、かなえさんのファンの人はそういうことに鈍感な人が集まっているのではないかっていう、まあちょっと疑念がありますよね。同じグループ内でも温度差があるのではないかという、まあこれだけ人数がいるね、大グループなので、まあそれぞれね、ファン層が全然違って当然だとは思いますし、そもそも人数が多すぎるから、まあどこまでが2次3次全体の責任かというのはね、わからないんですけれども、はい。ただね、コンプライアンス研修をちゃんとまともにやってないというのは事実なんじゃないかなという気がしますよね。はい。龍が如くも割と好きだし、リベラル的に評価できる点もあったりはするんですけれども、100万点原サロメさんっていう2次3次所属のバーチャル YouTuber の人がいるんですけれども、まあその方がちょっと別件で全くその陰謀論的な理由で炎上してて、まあ大した理由じゃないんですよ。だけど、さっきの登場した、まあ、かなえさんっていう人がこういうことやってるのに全然炎上しないからおかしいんじゃないかっていうちょっと話ですね。はい。
そう、ファンの民度がやっぱ違うんじゃないかと思いますね。だから民度が高い方が炎上するってのも理不尽な話ですよね。はい。言うて辞任で炎上するなら毎日のように誰かが炎上してると思いますっていう。まあそうですね。だから辞任っていう言葉自体を使うっていうこと自体はね、だから悪くないって思われてしまってるんですよね。だし、こうやってまあやって、彼に対していろんな反応してる同僚の人たちがいっぱいいるわけだけど、そのこと自体も歓迎的に見られてるわけですよね。まあそうですね。やっぱり VTuber 事務所として2次3次さんが非常に規模が大きいので、日本のそういう平均的なね、差別意識っていうのがまあ反映されやすいのだろうとは思います。2次3次はファンとの閉じた交流場所で、なんかすごいことが書いてあるけど、それ本当なのかな。首ではなく卒業と表現している場所です。さすがに残せなかったみたいで、その人は残せないですね。そうそうそう。あえてコメントですね、そのまま残しておきますけど、土星 X さんが今、解説している通りの事件が、サロメさんの炎上事件です。読みませんが、解説ありがとうございます。なのでね、ちょっとそもそも、陰謀説っていうか、証拠がない、同一人物云々に証拠がないから明確なね、それはちょっとね、炎上するのおかしいんじゃないかと私は思いますけどね。まあ実際にそうだったとしても、やっぱりそれはそれで別の問題じゃないですか。まあ、なんかホモソ的ですよね、確かにね。で、男性タレントだからやっぱ許されてるっていうところもあるのかなという気がしちゃいますよね。名前は出して全然良かったですよ。ありがとうございます。皆さんね、多分混乱してたので、ありがとうございます。説明は全然残してくださって大丈夫です。はい、ありがとうございます。まあ、ネットのモラルがどうかしてるのに簡単に流されちゃうコンプラがどうという話なんですけれどもね。あとはですね、他にちょっといろいろコメントあったので拾ってみるんですが、VTuber ってコンプライアンス研修やるようになったらしいけど、その上でエイプリルフールの同性婚ジョークが今年もやってたし、トランスジェンダーをバカにするような辞任ジョークをやっても特に何もなさそうだし、ネットのマジョリティから叩かれない程度、悪目立ちしない程度でしかないんだろうと。まあこれはね、全体の話、V スポさんとかさっき一部出てましたけれども、他の事務所さんも含めた話をしてらっしゃると思います。VTuber なんてたくさんいるから全員がそうではないだろうけど、大手 VTuber 事務所の人たちの温度感はそんなものだろうと。どんな姿にもなれる VTuber はトランスジェンダーと相性が良いように見えて、あんまりそういう話はなく、バーチャル美少女になる、まあ、おじさんみたいなね、ジャンル扱い止まりですと。まあ、引用でコメントもらったんだけど、確かに海外勢の人はね、トランスジェンダー当事者の VTuber の人とか結構何人かいらっしゃるので、やっぱり海外だとね、その意識を反映してか全然空気感が違ったりするんですよね。あと地味ミームに限らず新しい流行り言葉を使おうと思った時1分だけググって調べていれば自分の言葉で傷つく人が出ることはなかったと、特に自分のキャラクターを商売道具とするバーチャル YouTuber や配信者など含め芸能人の人は普通にリスク管理だと思うんですけどやらないんでしょうか。これをやらない理由として言いたいことも言えないとかコンプラ面倒は論外だがもう少しシンプルに客を増やすための行動と考えてはいかがなものかと思うと。まあこれは本当最もそんな話でしてですね、だから人権デューデリジェンスとか企業コンプライアンスの話そのまんまですよね。だから要するにビジネス面で見ても損してるので、海外の人とかに特に嫌われる要因をわざわざ自分で作りに行ってるんですよね。だからなんでそういうことしちゃうのかなって思うんですけど、わかりませんわな。ガチの差別発言や人権侵害が燃えないのは普通の日本人の中央値のものを感じるっていうね。そうなんですよね。全然ね、私もね、全然芸能界わかんないのでね、バーチャル YouTuber は昔から見てるので多少知ってるレベルです。要するにサラリーマンというマジョリティをバカにしたら許さないが、障害者や性的少数者は差別してもいいっていう感じなんだろうっていうですね。いやーでも本当マジョリティ至上主義みたいになってますよね。そうなると日本人ファーストとかっていう言葉もそうですけどもね、あれは本当危険ですよ。ファシズムですからね。マジョリティを中心としたマジョリティのための社会を作ろうって思想はファシズムですので、神谷さん聞いてますかね。最近支持率がね 3% ぐらいまで落ちてるらしくてめでたいことでございますが、高市政権に言ってるだけなんだろうけど、でマジョリティ中心主義をね堂々と主張するのは本当にやばいですよ。はい。
そう、海外のね、VTuber さんってね、GG3GN ってイングリッシュの人たちもいるんですけど、英語圏の人たちもいるんですけれども、そういう方々全然空気感違ったりするんですよね。なんかね、やっぱおかしいのは日本なんじゃないかっていう、まあ日本の YouTube がおかしいんですよね。はい。そう。まあ、個人主義というかネオリベラルですよね。ネオリベ的な、なんていうか自分さえ良ければいいっていう主義主張とマジョリティ第一主義が相性いいっていうことだと思います。リベラルな個人主義っていうと、その人権尊重とかも個人主義の一種なので、まあ、個人主義もね、ちょっと誤解されやすい言葉かなと思います。間違ってると言いたいわけじゃないです。そこが日本語難しいとこですよね。ネットミームが大抵理解できないし、これの何が面白いんですか？いや、ほんとね、今回の動画見てましたけど、薬とも笑えなかったですね。まあ、私、失笑したりしちゃいましたけれどもね、全然ね、なんでこの人爆笑して、ローレン・イーラーさん特にそうだけど、なんでこれで爆笑するんだって思いましたね。正直信じられなかったですね。はい。マイノリティゲームってのがどこぞで流行って、何らかの好みを言ってマイノリティになったら負けっていうのをマイノリティがやってる。そんなゲームあんの？もしかしてカラスマ100も音花風花はあまりにも珍しい VTuber なんじゃないですか？あれ、そうですよ。今気づかれたんですか？風花さん。我々はね、こんなね、珍しい VTuber はいないんですよ。いや、私はちょっとあれだけど、風花、私はね、差別とか優勝してしまった前歴があるのでごめんなさい、本当に。全然偉そうに人の説教できるような資格もないんですけどね、風花さんはね、ほんと珍しいですよね。唯一無二の存在ですよ。はい、マジで。23時のさっき言った卒業したライバー、よその男性実況者にセクハラみたいな言動ばっかだったから刺した。ひどいな。まあそういう人はね、いなくなってよかったですね。まあ止めようかとは思わないけど、だからといって自分で染まることはないしと。ウィッシュやってるんだ。ごめんなさい。ちゃんとチェックしてなかったな。ありがとうございます。はい。ウィッシュね、興味ある人は見てみてください。はい。ね、ひどい、なんか、ハンポリコレの、映画評論家の人はディスってましたが、私は結構好きです。僕以前カラスマ市のとこにお邪魔した時に V アバターつきましたけど、なんか思い出したくなくなってきた。だんだん VTuber アンチに傾いてる人が。いやでもね、ちゃんとした VTuber がもっと増えるべきなんですよ。はい。これなんかね、さっきというか昨日かな、たまたま見つけてリポストしたんだけどね、これアイドルマスターのキャラクターなんですけど、こんなのおかしい。理不尽に人が死んでる。あんまりだろ。戦争反対、虐殺反対だ。なんでこれで炎上するんだって。これ、風花さんじゃんって思って。いや、絶対ね、だから炎上するはずのないことで炎上するのがですね、VTuber 界隈の本当おかしいところなんですよ。はい。絶対おかしいっすよね。だから頑張りましょう、我々。ユメミリアムさんをね、この、なんかパレスチナアライのユメミリアムさんを、まあ、デファクトスタンダードにするように頑張りましょう。はい。VTuber も差別用語を使わないようになるのが当たり前になってほしいですよね。いや、本当ですよね。はい。さっきの同一人物説、事実なら、ボースさんが党に暴露しているはずだから、まあ嘘だろうなと。なるほど。逆に言えばね、さっきの例の人がいたから、なんかそういうね、卒業した時に暴露しててもおかしくないですよね。でも噂でもないかったですよね。ただ声が似てるだけでしょっていう。それは別人なのではって、まあ、姉妹とかね、そういう説はあるかもしれないですけど、はい。ウィッシュはね、ファシスト倒す話ですからね、面白いキャラクターですよ。この子はそういうキャラなんです。そうなんだ。ちゃんと正義のキャラクターなのかと思った。いや、なんとなくそのネットミームでしかそれこそ知らないんで申し訳ない。アイドルマスター全然知らないでこの漫画をリポストしているんですけど。戦争反対のユーミリアムさんかっこいいですよね。はい、こうあるべきだと思います。VTuber 本当に人によりますけどね、逆に人を選ばないのとひどいのに価値あったりするんだけどね、というですね。はい。いやーなんかね、私もですからね、なんかこの VTuber さんは信用できますよっつっておすすめしたりとかね、できればしたいんですけどね、そんな、なんかそんなもう状況でないんだよな。私の周りにいる人を見てくださいとしか言いようがない。はい。
ね、この方茶化してるだけじゃないと思いますよ。確かね、ちゃんとパレスチナライツとかやってらっしゃる方だった気がする。はい、ごめんなさい。フォロワーさんじゃなかったので詳しくないですが、はい。作者様はね、別に茶化して書いてる人ではないと思います。はい。芸人だって小島よしおから松本人志までいいね。まあ、確かにそうなんだよな。ですね、これ読んだか。あと、そうだ。皆さん、パンケーキホイップクリームさんのチャンネル登録しといてください。ミームって基本的には差別的文脈から出がちなのはどうしたらいいんでしょう。あまり口にしたくないですが、辞任レゼが流行ったせいで辞任〇〇ミームが出て、どうも人気 VTuber さんも使ってらっしゃるみたいです。反差別でかつ VTuber 好きのユーザーさんが並んでいらっしゃいました。もともとご用している方はいたんですが、悪化しているということでですね。だから本当状況が悪化してるんですよね。だから我々本当少数派の VTuber なので応援してぜひとも、知名度を上げていただければと思います。皆さんパンケーキホイップクリームさん登録しといてください。はい、後でリンク貼っとくので、はい。ということでですね、私はね、この方はね、確かね、以前に、すいません、うろ覚えで申し訳ないんですけれども、そういった、作品を書いてた人だと思ったので、そういう悪意ある意図でやってるわけではないかったと思います。はい。茶化したとしても、こっち側で読み替える方法もあるので、こういう素朴な正義感のある夢ミリアムさんいいと思いますね。はい。いや、なんでね、本当ね、陰夢滅びないんでしょうね。おかしいっすよね、奴らね。本当におかしいよ。そもそもね、彼らから始まってるからね。やっぱりさんもそうだけども、有名人とかね、芸能人の人たちがなんか、ヘラッと肯定しちゃってるの、本当良くないですよね。はい。動画だいぶ消えてるな。ヤジュ&ユーを踊ったり踊らなかったりしている人たちがたくさんね、私のノートよかったら参照してください、いるんですけれども、だからね、この人たちってなんか、普段反中国とか言ってるけれども、中国でもね、陰夢ってすごい人気あって、今後ね、日本じゃなくて海外、中国の方が拠点になるんじゃないかって言われてるぐらいなんですよ。なんですけど、中国当局って BL 小説家の人とかね、逮捕してますからね。だからそういう思想の、中国の人たち全てがもちろんそうではないけれども、中国共産党ってそういう思想の集団なので、陰夢とか好きでしょうね、きっと。ああいうゲイフォビアの人たちはね。はい。だからですね、ゲイ差別コンテンツなんだから、それはね、中国に利用されてるでしょっていう話だし、だから敵対的なね、日本とに敵対的だというふうに、保守とか右翼の人たちが言っている国にいいように利用されてるんですよ。だからね、陰夢で日中友好するんだみたいなことを言ってるとんでもない人がね、たまに見かけるんですけれどもね、冗談じゃねえよっていう感じですね。本当に。お前が中国に行けという感想しかないんですけれどね。はい。はい。テレビつけたら札幌大寒波です。市電も止まってる。市電止まっちゃったんだ。ですね、すごい寒いです、今日。めちゃくちゃ寒いので、動画作ってね、疲れたのでですね、あと、もうちょっと15分ぐらいちょっと喋ったらおしまいにしようかなと今日思ってるんですけどですね、皆さんもですね、寒くさとかね、急に、雪降ったりとかね、今天候不安定なので、本当気をつけてください。地震もあったりしてね、大変な状況の方もいらっしゃると思いますので、本当気をつけてください。今はそもそもニコ動が成長してない人のたまり場だから。何なんだろうね。あんなね、なんか右翼の反動形成集団みたいなね、感じじゃなかったような気もするんですけれども、なんか久々に見たらマジでひどかったですね。いや、昔からひどかったんだけど、私が気づいてなかっただけでね。はい。って感じですね。だからなんかね、本当にね、しかも当事者とか、ビデオを作った方々とかも陰夢嫌がってるのに、相変わらずこういう8月10日になるとそういうわけのわからんことをしてる人たちがね、散見されるのでね、本当にやめるべきだと思うしね、なんか規制すべきじゃないかなと思いますよね。今はダメだという認識を持っている人でも、卑猥だからという認識であって差別だからという認知がない人がいる。なるほど、そっちで覚えてしまってるのか。アダルトビデオだからダメだと。アダルトビデオを元にしてるからダメだということであって、ゲイ差別だからダメだという認識ではないってことなんですね。
まあ確かにそう考えるとな、でもなんかそういう認識の人多いのかもしれないですね。なんか日本がその性表現に対してまあ性表現にも緩いんだけどなんかねむやみに規制しまくったりとかしてる一方で、まあゲイ差別は全然規制してないのに反映してる感じがしますよね。恐ろしい具合にエンパワーメントなのか皮肉なのか本気の悪意なのか無邪気なのか区別がつかない。一度乗っかかってかかるのがいいかもしれないですね。いいポストしててもトランスヘイターだったりしますから。本当でそれは本当よくある。だからね、私必ずやっぱりもう X だとね、特にジェンダー差別とかに反対してる人ってトランスフラッグとかね身につけてる人はまた別ですけれども、そうでないと高確率でねトランスヘイターなんで、やっぱり絶対検索しますね。過去に何言ってるかリポストできないんですよね。はい、困りますよね本当に。中国の軍事パレードもなんか茶化してる人たちいたみたいですね。はい。だからいや中国を批判するのは別に私は反対しないんだけどさっていう。ニコニコ大百科の LGBTQ の項目の掲示はそれはやばそうだな。何が書いてあるんだろう。掲載できるようだったら今掲載しますけど、ちょっと待ってください。確認しますわ。やばいな。ただダメだっていう認識のおかげで一部のゲームでは、なるほど、そうですね。一部のゲームでバンしてるのはね、正しいと思いますけれども、それもなんか、だから、なんて言うんですかね、差別だからダメだという認知ではなく、なんかね、アダルトだからダメだみたいな認識なんでしょうかね。まあ、それはやばいですよね。認知が間違ってますよね。はい。これはひどいな。なんか相変わらず陰夢みたいな、陰夢中みたいな人たちがたくさんいますので、掲載はしないでおきます。映したらダメだと。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いや、でもニコニコとか YouTube のね、やっぱプラットフォーム責任がもう問われなきゃいけないと思いますよ。明らかに彼らのせいで助長されてるじゃないですか、差別が。だから差別を助長するプラットフォームをね、しかも金を出して、ね、ビジネスで運営してるんだから、やっぱりその点ね、裁かれなきゃいけないと思います。はい。ユーザーが悪質な投稿をした場合、差別を助長したとして、プラットフォーム側にも厳しい罰則を設ける時が来てしまったんですね。はい。あれはプラットフォームほど真風破してしまいました。だからね、やっぱりね、規制必要だと思いますよ。で、規制必要なんだけど、ただ自民党はね、なんか誹謗中傷を全部規制するみたいなことを言い出しているじゃないですか。そうなるとやっぱりね、自分たちに都合のいい言論、都合の悪い言論を規制したいだけではないかという気もいたしますので、やっぱり一番平等なやり方としてはそうじゃなくて差別を規制するっていうことですよね。差別的な表現はダメだっていう、それだとね差別主義者の人以外は誰も困らないはずなんですけどね。はい。辛すぎてリーヌさんを聞いてるリーヌさん頑張ってますよね。頑張ってほしい。はい。陰務を禁止しているがゆえに名前を使えないっていうことですらネタにされてしまっているのでどうしようもないですね。自民党に受けられているのは誹謗中傷ではなく批判ですね。高市さんの容姿とかを非難してるリベラルの人一部にいるけど、それは本当にやめた方がいいです。それは差別なので。はい。でも逆にだから差別を禁止すればね、真っ当でない批判とかそういう揶揄中傷みたいなの弾けると思うんですけどね。海外の公式のレズビアンカップルが出てくる RPG で片方を男にする改造データモッド出して公式から怒られた例も私どこもそういうのはいるんでしょうね。いやもう 4chan の Q アノン化してますよね。ニコ動の人たちとか YouTube のコメント欄にいるような一部の人たちとか、まあヤフコメにいるような人たちもそうですけれども、はい。で 4chan もだからそもそもね、ひろゆきが管理人になってから拍車かかっておかしくなったし、まあそもそも2チャンネルをねモデルにして作った掲示板なので、はい。だからやっぱりね、そう、差別禁止法ですよ。差別禁止法。殿下の法と差別禁止法。はい。差別禁止法と、まあ、人権裁判所ですよね。日本に必要なのは。だから人権問題のこういうイシューとかって、まあ、いちいちね訴訟したりするのって当事者の方にとってもすごく今コストが高い割にリターンがないじゃないですか。だからみんなやりたがらないでしょう。
だからそのまあ懲罰的賠償請求でね賠償金を高くするっていう手もあるけれども、まあそれだとねアメリカみたいな訴訟大国になる可能性もあるから、私はそれよりはその憲法裁判所とか、まあ、人権裁判所っていうのを作って、まあ、そこに人員を割いてですね無料で、まあ、その人権に関する訴えだったら差別に関する訴えだったら無料で受け付けるとかね、まあ、差別禁止法を制定した上でねそれできるようになったらね相当いいと思いますけどね、世の中平和になると思いますよかなり。まあ、自民党の人はめっちゃ嫌がるだろうけどだから立憲はね、本当にね、ちゃんと党首を交代してですね、政権を取ってください、本当今チャンスなんだから。まあ、ただなんか立憲を擁護する気ない、全然最近ないんですけれども、なんか今解散しちゃうと、高支持率を背景にして、高市さんが再選してしまうのではないかっていう懸念があるので、まあ確かにもうちょっと叩いてからでもいいかなという気はしますけどね。そう高市さんの容姿いじったり小泉さんの容姿褒めたりするの本当やめた方がいいですよルッキズムそのものだし差別ですからね。はい。だから高市か小泉がその首相になったら絶対そういうルックスでね政治家の差別をする連中が湧いて出てくると思ってたんですけれどもね、残念ながらリベラル派にもそういう人たちが散見されるっていうのは本当おかしいですよね。だから自分たちが何言ってるのかちゃんと考えてほしいです。はい。厳しいですけど、本当やっぱりねリベラル今のリベラル日本のリベラルに足りないのはね差別に反対する姿勢ですよ。なんかねなんでそのなんかアメリカの民主党もねカマラ・ハリスさん負けたと思うんですかみたいなこと言ってる人をこの前観測したんですけど、一言で言ってあげましょうか。ちゃんと LGBTQ 差別とかに反対しなかったからです。はい彼女何も言わなかったでしょ。でパレスチナのことも話題にすんのも避けてたし、まあそもそもハリスさんシオニストなんで、だからカマラ・ハリスさんがねちゃんと反対してたのって女性差別とねそのなんだろう人種差別だけだった気がするんですよ。まあそれでもね確かに拒絶反応はあったけれども、でもアメリカに本当に求められてたのはね全ての差別に反対する姿勢だと思うので、やっぱり米民主党が、人気がなくなってるっていうのはそれが原因だと私は思いますけどね。魂や思想、生き様に美しさを見出したい人生です。そうですね。ルックスはね、表面の形に過ぎないですからね、何も表せてないですよ。ね、ルックスが良いでね、それこそ、なんか、その政治家の資質が決まるんだったらね、それこそね、全員なんかね、美男美女をね、政治家にしとけばいいっていう話になるじゃないですか。で、まあなんか右翼の人たちはそういう理屈でね、イタリアのメローニさんとかをすごい褒めてますけれどもね、メローニって極右ですからね、ゴリッゴリの極右で反 LGBTQ ですからね、多分知らないのかもしれないですけど、まあネトウヨの人たちとは確かに思想近いから、まあメローニさん大好きみたいな人を見かけますけれども、とんでもねえ話ですよ。はい。差別主義者だから。はい。まあね、やっぱり政治家って結構おっかない顔する人多いので、そこはね、野党も与党も気をつけた方がいいとは思います。なんかギロッとしてる人がね、やっぱりああいう世界で生きてるとね、やっぱり表情が険しくなりがちだとは思うんですけど、まあただね、蓮舫さんも高市さんもなんかニコニコ、女性だからニコニコしなきゃいけないみたいなのは、それはそれでジェンダー抑圧なんで、難しいとこですけどね。烏丸100個を地上波に送りましょう。皆さん送ってください。よかったら動画をね、ちゃんとあれしてください。動画どれぐらい今再生されたかな？全然再生されてない気がするけど、はい、大体私がね、頑張って作った動画はね、再生されないんですよ。ですね、今、20回ぐらいは再生していただいてる視聴回数27回でありがとうございます。ありがとうございます。なんか低評価がすでに入ってる。早え。奴らめ早いな。ということでですね。2時3時のね、動画をよかったらバイラルさせてください。お願いします。はい。まあ、高市さんはね、女性性を悪用してますよ、マジで。はい。あれは悪用だと思いますし、まあ、女性首相でなかったらもうとっくに潰されてると思います。はい。まあ、そういう意味ではね、確かに、その小泉でなくてね、高市だったのはね、まあ、なんていうかね、っていう感じなんだけども、まあ、それはともかくとしてですね、女性だから支持するっていうのはおかしいので、それはね、ジェンダーで差別してるのと変わらないのでですね、フェミニストだったら女性でなんで支持しないんだ
みたいなこと言ってくる人がたまに見かけられますけれども、とんでもない話ですよ。でもアラスマ氏のファンダムの一員として頑張りはありがとうございます。ニューヨークでは LGBTQ 権利擁護もパレスチナ支持もやって勝ちましたからね。そうマムダにね勝ちましたからね。はい。最後にマムダニさんの動画流すか。でもなんか著作権じゃない、音楽とかの権利でダメかもしれない。ちょっと待ってくださいね。ゾーラン・マムダニさんのですね、素晴らしい動画があるんですよ。彼ね、本当に LGBTQ アライなんで、まあ私などお呼びにもつかないんですけど、本当にすごいですよ。やっぱりゲイバーとかでね、ちゃんと支持を集めたりとかですね、してる人なんで、ガチなんですよ。ね、彼自身はだからイスラム教徒で、その LGBTQ に差別的なんじゃないかみたいな、まあ偏見を向けられやすい属性の人なんですけども、まあそれをね、跳ね返すレベルのもう支持があって、とんでもない勢いでですね、支持してる人たちがたくさんいたということです。あれどこだったかな、昔私がね、今背景におこがましくもあれしているマーシャ P. ジョンソンさんっていう活動家の方がいらっしゃるんですけど、その方についてね、語ってるね、動画があるんですよね。ちょっと待ってくださいね。今頑張って探しますわ。これは見ていただきたい。そうだ。いや、ゲイバーの演説はね、痺れましたよね。かっこよかったですよ、本当に。はい。いやー、ムダニさん、本当頑張ってほしい。本当に頑張ってほしい。彼がね、うまくいくかどうかにね、今後の左派の評判がかかってると言っても過言ではない立場になってしまったので、マジで頑張っていただきたいですね。はい。しょうがさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。お疲れ様でした。すいません。だいぶね、もう、佳境に入ってしまったんですけど、よかったらですね、動画で、ですね、今回の話出しておりますので、まあ、そちらの方ね、見ていただければ、お話はわかるかなと思います。はい。で、今ね、ゾーラン・マムダニさんのね、LGBTQ ライツに関するですね、素晴らしい演説の、動画があって、まあ多分動画があるけどね、音声出せないんですけど、これかな？動画があってもね、音声が出せないんですけど、あれでもインスタだな。あれ、どこに原稿があったかな？ちょっと待ってくださいね。喋りながら探しますわ。はい。了解です。ありがとうございます。ということで。見つけた。よし。見つけたけどね、多分音楽入ってるんでね、音声は流せないですわ。ちょっと待ってくださいね。今用意しますので。まあ、後ろにね、マーシャ P. ジョンソンさんっていう、まあ、私、活動家の方の肖像をね、おこがましくも掲げさせていただいてるんですけど、この方と、コンビだったんですね。シルビア・リベラさんという方について、マムダニが語ってる2分間ぐらいの動画があるんですけど、字幕をつけられるので、ちょっと見てみますか。はい。これを最後に皆さんと視聴して終わりにしたいと思います。はい。ほぼ何もしてない個人税 VTuber ですが、差別根絶のため、ささやかでも少しずつ頑張っていきますということで、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。明日もですね、そうだ、風花さんとですね、一緒に、ですね、グルーミングに関するですね、差別に反対する配信をさせていただきたいと思います。9時からやりますんで、よかったら高評価、チャンネル登録して、確認してください。よかったらよろしくお願いします。マムダニさんに頑張ってほしいというより、多くの人をマムダニさんに頑張って支えてほしいです。そうですね。極思想の果てにあるのはね、結局戦争しかないですからね。彼みたいな人がね、やっぱり活躍すべきだと思いますので、ちょっと、2分ぐらいの動画一緒に見ましょう。ちょっとね、音声すいません、出せませんけど、今座ってるのがゾーラン・マムダニさんですね。で、シルビア・リベラさんという方について解説しております。ちょっと動画早いけどな。クイアのニューヨーカーたちは敵対的な社会の終焉に追いやられていました。しかし彼らは故郷を見つけた私たちの街の物理的な隅っこに、それを見つけたんです。シルビアもそんなニューヨーカーの一人でした。彼女は11歳でここに登場し、すぐに同性愛者の権利運動の中心に立つことになりました。彼女は伝説のマーシャ P. ジョンソンさんと親しくなり、ストーンウォールで抗議活動を行い、平等を求める契約、行進に参加したと。しかしクイアの中でもトランスジェンダーの人たちは排除されていた。トランスジェンダーっていう言葉自体がなかったんですよ、当時。だから、その女性のゲイとかって自称されてたんですよね。
でも、そんな自分を表すアイデンティティの言葉さえないのにね、差別に対して反対していたんですよ。本当にすごいですよね。どれだけの過酷な人生だったのかと思いますけれども、どんな困難に直面しても他者を擁護し続けたと。彼女とジョンソンは、トランスジェンダーの子供たちに住居と食料を与えてきました。クリストファー・ピアーというですね、ニューヨークの通りは大きな無事を抱えた場所です。そこは部外者が帰属先を見つけた場所であり、殺人によってマーシャ・P・ジョンソンさん殺されてしまってるんですけれども、それ起訴もされなかったんですよね。はい。で、ドナルド・トランプは、就任以来トランスジェンダーの人々に対して焦土作戦を展開してきたと。最も大きな権力を持つ者が最も小さな人たちに対して多大なエネルギーを費やしてきたと。ニューヨークはトランスジェンダーの人々が攻撃されるのを黙って見ている気はない。トランプの憎悪と戦うために何百人の弁護士を、雇ってですね、ここを LGBTQ やの人たちの聖域にすると。青少年や成人の住宅プログラムや、低別適合ケアに数百万ドルを割り当てますと。いやー、本当にこういう人が市長になってくれてよかった。それでね、全てがうまくいくかどうかわからないですけどね。はい。でもね、明確にやっぱりトランスジェンダーライである人物がね、ニューヨークのね、ボスになったっていうのは大きいと思います。はい。今思ったんですけど、烏丸さんの配信背景バーチャルインサニティです。そうです。そうです、そうです。ジャミロクワイさんのバーチャルインサニティの動くですね、コメント一瞬消しますけど、なんか映っちゃったけど、こういう感じの背景になっております。はい。素材として使わせていただいて、クレジットも下の方に実はあります。はい。なのでですね、バーチャルのね、こういうやばい世界なんですけれども、その中でですね、差別に反対していこうと頑張っております。ネットフリーのドキュメンタリーマーシャ P ジョンソンの生と死でも映像がありましたが、本当に鮮烈で高潔な方でしたね。トランスベスタイトという言葉もかろうじてあったみたいですね。当時の映像でもマーシャさんが口にしていました。そうですね、トランスベスタイトとか女装家という言葉はね、あったので、普段はそのように名乗っておられたみたいですね。マーシャ P ジョンソンさんって本当にお茶目な方でね、特に女のゲイの権利もね、尊重してくれみたいなことをね、言ったりとか、すごくいい方なんですけどね。でもね、最後はね、やっぱりね、悲劇的に死んでしまわれたりして、という感じなんですけどね。でも、やっぱりちゃんと彼女らの歴史を守るっていう姿勢の人がね、ニューヨークの市長になったのは本当に良かったと思いますね。アメリカは右に習いだけじゃない、こういう人がちゃんと出てくるところが本当ね、羨ましいですよね。でも羨ましがってちゃいけないんでしょうね。でもトランプを生み出した社会でもあるから、やっぱりちょっと極端ではあるし、ただエネルギッシュですよね、やっぱり。そこは本当素直に尊敬してます。だからね、もっと頑張って、ですね、たとえトランプが市長であろうと、で、こういう人たちをですね、一緒に戦っていかなきゃいけないなと思います。はい。ということでですね、本日も、ご視聴等いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録引き続きよろしければお願いいたします。あと、動画ね、15分にもう公開してますので、なんか今のところね、なんかすごい、おそらく低評価が入っていると思うのですが、はい。よかったら応援していただけるとありがたいです。はい。ということでですね、なんかありますかって言ったらあれだけど、バーチャル YouTuber についてね、久々にね、1時間ちょい語らせていただいたんですけれども、本当問題だらけの業界なんですけどもね、やっぱり少しずつでもですね、変わっていただきたいなと思うので、その中でね、少しずつ、声を上げていきたいなと思います。ありますかね聞くなよっていう感じですよね。今回ね、やっぱりね、実際動画が15分ぐらいの内容でしかなかったので、ちょっと短くなりすぎちゃうかなっていう思いはあったんですけど、皆さんと一緒に視聴してね、こうやって感想会するっていうのがね、やりたかったことなので、そういう意味ではね、昔のちょっとラジオのスタイルに近くやらせていただけて、私的には満足でした。バーチャルインサニティにインスパイアされた画像だそうです。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお疲らすでございました。はい。ということでですね、先ほど予告をさせていただいたんですけれども、明日はですね、音花風花さんと一緒に、ですね、
グルーミングについて反対するという内容の配信を、させていただこうと思います。今ちょっとね、すいません、素材がというかちゃんと、ですね、素晴らしい、あった。サムネイルをですね、風花さんがいつもの通り超仕事早くですね、用意していただいたので、はい、ということで、こんな感じなのですが、はい、ということでですね、2人で、当事者である風花さんがお話とかさせていただくということになっておりますので、ぜひとも見てきてください。はい、ということで皆様、今日もありがとうございました。配信終わったら早速動画再生しますということで、明日もよろしくお願いします。来ていただいてよろしくお願いします。ということで、皆様本日も、お疲れ様でございました。寒いのでゆっくり、暖かくして、お眠りになってください。お疲れ様でした。